どうも、あゆさゆです。今回の動画はこちら、フォートナイトスプラタレラの衣装を作ろう。改めましてこんにちは、あゆさゆです。このチャンネルではそこそこの顔面とそこそこのクオリティで一番己が楽しむをモットーに活動している私コスプレイヤーのあゆさゆがいろんなものを作ったりするチャンネルです。更新頻度は高くないですがいろいろ作りますのでよかったらチャンネル登録をお願いします。今回の動画はこちら、フォートナイトスプラタレラの衣装を作ろう。今回も型紙からいろいろして作ってみました。ゴミじゃないですけど、このゴミみたいな型紙がこれになります。今回このウィッググラデーションが可愛いですよね。なので、今回ウィッグもグラデーションに染めてみました。それでは作っていきましょう。はい、まず最初にスプラタレラのトップスから作っていきます。で、今回スポブラを改造しようと思ってたんですけど、バックアクセサリーを外したら後ろのデザインめっちゃ可愛かったんですね。なんで、今回も一から作ろうかなと思って型紙から作っていきます。体にぴったりとしたデザインなので、まず自分の体にぴったりサランラップを巻いた後にまたぴったりダクトテープを貼り付けて自分の体の型を取っていきます。一人だと後ろに貼り付けるのが難しかったりするんで案の定ぐっちゃぐちゃになっちゃってます。一人だとどうしても後ろの書き込みができないんで、もう外してしまってトルソーに着せた状態で書き込んでいきます。誰かと住んでたら誰かに書き込んでもらった方が一番いいんですけど、一人暮らしなんでトルソーに着せて書き込みます。今回左右対称のデザインなんで片方だけ書き込んだらもう切り外しちゃいます。はい、こんな感じで型紙の大元ができました。ゴミかな？はい、ゴミみたいな大元の型紙をパソコンに取り込んで綺麗に清書したプロトタイプの型紙を作りました。プロトタイプの型紙を仮で組み立てていきます。メインで使うライムグリーンの生地ではなくて、サブで使うパイピングとかに使う紫色の生地が多分たくさん余るんじゃないかなと思ってこれを仮生地として使ってます。はい、脱げない服を作っちゃいました。なので脇にファスナーをつけようと思います。脱げないわけじゃないんですけど、何回も脱いだり着たりしてるうちに多分服壊れちゃうんでジッパーをつけます。仮布で縫ったものを参考に最終の型紙を作ります。本番で使う布に型紙を移して切り取っていきます。まず最初に後ろ身ごろのライン入れをしていきます。すべてのライン入れが終了したら A パーツと B パーツをくっつけます。これで後ろ身ごろの柄合いは終了です。表身ごろの製作に移っていきます。ラインが入りました。次に体にフィットするようにダーツを縫っていきます。ダーツを縫うことによって立体感が出てボディラインにフィットする形になります。表身ごろの肩の紫ラインを入れたら表身ごろと裏身ごろの肩線を縫っていきます。表身ごろと裏身ごろの肩がつながりました。表身ごろのアンダーバストの紫ラインを入れたらジッパーをつけるので片方の脇線のみ縫い合わせます。表身ごろと裏身ごろが縫い合わさりました。もう片方の脇にオープンファスナーを縫い付けます。最後に端縫いをします。本当は三つ折りがいいんでしょうけど難しかったので二つ折りにしてます。はい、大方の形は完成しました。とりあえず形になったので良かったです。布に印刷したラマちゃんを貼り付けます。ツルツルとしたエナメル生地に貼り付けるのであんましっかり貼り付いていないんですね。なので最初に縫い付けちゃえばよかったなと今になって思います。はい、トップスが完成しました。次はチョーカーを作ります。チョーカーよく見ると2つのレイヤーに分かれているので今回はウレタンボードで作ることにしました。まず方眼用紙で型紙を作って3mmのウレタンに 1.5mm のウレタンを貼り付けて凹凸を作ります。
回はトップスに使った紫と同じ色にしたいので、さっき使ったエナメルを張り込みして色をつけたいと思います。なのでまず作ったチョーカーに G ボンドを塗ります。エナメルの裏面にも G ボンドを塗ります。両面が完全に乾いたら、シワや気泡が入らないようにゆっくりエナメルを伸ばしながら圧着して貼り付けていきます。溝などはこういうヘラできちんとエッジまで貼り込みをします。余分なエナメルは切って裏に折り返して貼り付けます。チョーカー完成しました。めっちゃ可愛い、ツヤツヤしてる。次は両腕のバンテージを作ります。包帯を染めて作ろうと思うんですけど、2種の包帯を重ねてしっかりとした質感を作っていきたいと思います。宮古染めという染料を使って染めていきたいと思います。テスト用のピースを見て染料の濃度を調整します。宮古染めは布の染料なので色移りもなく染められて便利です。今回結構いろんなところで使いました。この後ウィッグにも使ってます。ピンクと紫が染め上がりました。なかなか可愛い色になったんじゃないかなと思います。次はベルトのバックル部分を作ります。ベルトに使うカーキ色のコットンテープに合わせて型紙を作ります。手書きした型を 3mm のウレタンボードに移して切り出しします。細かいディティールは筋彫りで表現します。チョーカーと同じやり方でバックル本体とエナメル両面に G ボンドを貼り、よく乾かして貼り付けます。筋を入れた部分にもしっかり貼り込んでディティールが潰れないようにします。側面にもボンドを塗って伸ばしながらぴったり貼り込んでいきます。これでオリジナルデザインのバックルができました。ベルトに使うコットンテープに G ボンドでバックルを貼り付けていきます。バックルはバックルとして機能しないので、ベルト自身はベルクロ、マジックテープで固定することにします。はい、次はレッグホルスターとグレネード謎ケースを6個作ります。レッグホルスターはこれもウレタンボードで今回作ってます。100均で買った水鉄砲が入るように作りました。謎ケースは、100均で買ったスライム粘土の外パッケージを使います。プラなどのツルツルした素材はそのままだと塗料の食いつきが悪いので、表面に傷をつけて塗料の食いつきを良くします。塗料いろいろ試したんですけど、結局アクリル絵の具で塗ってトップコートをして剥がれるようにするのが一番綺麗でした。レッグホルスターも水鉄砲も同じように塗装しました。実際にトルソーに装着してみました。次はデニムの加工です。めっちゃ安く買えたデニムにダメージを入れていきます。縦糸のみ抜いて横糸を残すやり方もあるんですけど、よく見ると完全に破けてるみたいなので残さないように今回はしましたが、そのまま切っただけだと切りました感があるんで、ヤスリでヤスって自然なダメージにしてます。けどそれでも切った感は出ちゃったんで、指で縦糸をちょっとむしってます。次は最大の難関、ウィッグです。薄めのグリーンのウィッグをベースに使います。包帯を染めた時と同じ宮古染めで染めていますが、包帯の時とは違う種類のものを使っています。今回の染料はしっかり加熱しながら染めるので、専用の鍋で煮込みます。ウィッグの目立たないところから1束切ってテストピースにします。グラデーションの1回目はこのくらいの濃さで染めます。
さらに染料を追加して毛先を濃く染めていきます。特に毛先はちゃんとしっかり濃い色になるように時間をかけて染めています。はい、乾かしました。本当にいい感じに染まってくれて安心しました。いつもウィッグ染めるの失敗するんで、今回は失敗しなくてよかったなと思います。髪飾りを作ります。チョーカーなどと釣り方は一緒で、でも地味に難しくて3回作り直しました。これもマジックテープでくっつけます。すべての工程が終わったのでスプラッタレラ完成しました。はい、完成しました。スプラッタレラ。今回作ってみて思ったんですけど、なんかシンプルに見えて結構こだわりが感じられて作っててすごい楽しかったです。今回このトップスなんですけど、最初スポブラを改造して作ろうと思ってたんですね。で、私普段バックアクセサリーつけてたんで全然気がつかなかったんですけど、スプラッタレラ後ろのデザインがめっちゃ可愛いんですよね。でそれに気づいちゃったらもう作るしかないなと思って作ったんですけど、生地がエナメルなんで横に伸びるエナメル生地を買ったんですけど、伸びには限界があるんで切れて脱げない服また作っちゃったんで、今回はここでジッパーで止まるようになってます。なんで伸びる生地を縫う時ってステッチを普通の線でなくてこういうジグザグのステッチで縫うんですね。そうすることによって伸縮に対応する。多分伸縮に対応しないこういう普通のミシンだと伸縮に対応できなくてブチブチってちぎれちゃうんですね。なのでいつもジグザグで縫ってるんですけど、ここジッパーにするんだったら伸びるあれもないし、こうやってジグザグにしなくてもよかったかなっていうのはちょっと思いました。ジグザグ単純に時間がかかるんで直線ミシンでバーって縫っちゃえばよかったなって今になって思います。で、あとこのお下げ左右で長さが違うんですね。ただお下げする前に切っちゃったんで、こっちがちょっと短すぎる上にこっちのボリュームとか全然考えないで、こっちはすごいうまくいったんですけども、ここぐらいまでないとなっていう、ちょっとこっち切りすぎちゃったなっていうのはあります。染めがうまくいっただけに切るの失敗しちゃったのはちょっと本当に残念でした。でもしょうがないです。で、服作ってると造形したくなるし、造形してると服作りたくなるんで、なので次の動画はそろそろちょっと作りたいつるはしとかも何個かあるんですけど、とはいえハロウィンのための衣装とかも今ちょっと並行して作ってて、多分それもハロウィン間に合いそうにないんですけど、間に合わなくてもぼちぼちやろうとは思いますけど、次も何やるか決めてないです。それで全然更新できてなかったんですけど、登録者さんが増えてて本当ありがとうございます。やっぱ物作りながら動画撮って編集してですごい時間かかっちゃうんですよね。なのでなかなかコンスタントに週に1本とか月に何本とかアップできないんですけど、頑張りますので今後ともよろしくお願いいたします。はい、こんな感じでスプラッタレラの衣装を作ってみました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。